速報です。ダンディ氏ガチグマ集会の新記録を達成です。こちらの映像をどうぞ。どうも皆さん、こんたまごダンディです。暁ガチグマ集会攻略動画ぶりの動画投稿です。お久しぶりです。前作の動画たくさんの方に見ていただき本当にありがとうございました。あの時がベストだった集会も新ルートを開拓したり、実機がスイッチ2になって前作の動画から約17分も短く周回できるようになりました。チュートリアルを除くとゲットまで30分もいらなくなっています。しかも前作同様本アカウントに一度送ってレベル100にしたりする必要もなく、サブアカウントで手に入る道具だけで周回できちゃいます。ポイントは全部で16個。赤字が新ガチグマ周回の新しいポイントになってます。概要欄からもそれぞれタイムチャートで飛べるようになってますので、気になるところだけでもぜひ見ていってください。今ガチグマを欲しい方はもちろん、まだ見ぬ10世代以降をプレイしている未来のポケモントレーナーに届けば嬉しいです。今回は一部倍速をしつつ完全ノーカット版でお届けしております。それでは本編スタートです。ポイントその1、4つの設定を変えよう。4箇所初期設定から変更が必要です。これ結構大事なんですけども、以前2つ目の技スキップをオンにするのを忘れてレベルアップすごく大変でした。いやー、相変わらず最初は歩くのが遅いですね。ポイントその2、ホシガリスに挨拶をしよう。挨拶は基本です。冗談です。これには意味があります。主人公が膝を曲げたタイミングで B ボタンを押すと、なんということでしょう。一時的に行動が早くできちゃいます。ただし、この家を出るまでですが、30秒短くできちゃいます。実際比較した動画はこちらです。この動画ではこんな感じで、いくつかあまり重要なところではないときは5倍速で雰囲気だけ伝わるようにしています。後日補足動画を作るので、分かりにくいところがあったらぜひコメントで教えてくださいね。ポイントその3、最初のポケモンはクワッス。ダンディ式のガチグマ周回といえばクワッス間違いなしです。今回の周回ではオーガポンゲットしないで進めていきますので、どうしてもレベルが低くなってしまいます。クワッスの性格で素早さ加工補正が出た時はガチグマ戦で素早さが負けてしまう可能性が出てしまいます。なのでクワッスが素早さ加工補正の場合はリセットしてもいいかもしれません。もうすぐ新作の ZA も発売されますね。いやー、楽しみですね。一方でガチグマを簡単に複数ゲットできないことを予想しています。もしかすると何世代先までゲットすらできない可能性もあり、そうなると引き続きポケモン SV とお付き合いしていくことがあると思い、最後に新ガチグマ周回動画を収録することにいたしました。ポイントその4、すぐにボールを投げよう。安心してください。HP を削らなくても一発でゲットできます。ポイントその5、図鑑報酬を手に入れよう。ここからはポケモンホームで操作していきます。先ほどまではサブアカウントでプレイをしておりましたが、メインアカウントでポケモンホームを起動します。その後、ポケモンホームのゲーム内でサブアカウントに切り替えます。前提条件として、あらかじめメインアカウントをクリアして、ポケモンホームにパルデア図鑑350匹以上、北上図鑑150匹以上を預けておきましょう。ちゃんとボックスとボックスの移動をさせて時間短縮をしていきます。あまり整理できてないですが、このくらいの移動回数でパルデアと北上と、あとブルーベリー図鑑をほぼ完成できます。ポ
ケモンホームの操作が終わるとポケモン SV に戻りますが、その時に間違ってメインアカウントを選ばないようにサブアカウントを選びましょう。ポイントその6、ウェーニバルを育てよう。図鑑報酬の経験値の飴を使ってレベルをガンガン上げていきます。技はアクロバットだけ覚えておけば大丈夫です。ポイントその7、技マシンを作ろう。技マシン守るを覚えるためにグルトンの毛3つとコフキムシの粉が3つ必要です。グルトンの毛は初回のポケモンゲット時に2つ手に入っているので追加で1体倒せば OK です。コフキムシはこの通路にいるのですが小さいので見落としがちになってしまいます。スイッチ2だと脇が改善されているので見つけやすくなっていると思います。なんで守るが必要かというと、ガチグマ戦で瞑想を使ってもらうためにしのぐ必要があります。後で説明もしますが、これまで身代わりで攻略していたのですが、全く瞑想をしない場合もありました。保険をかけて守るを覚えさせるようにしています。特に大事なシーンではないので NG 集を一つ紹介します。ポイントその1の設定の一つ、技スキップをしていないと大変なことになりました。こちらがその動画です。設定一つのことですが時間がロスしてしまいますので皆さんお忘れずに設定してくださいね。ここでクイズです。スイッチ2だと1と比べてロード時間がかなり速くなっていますが移動速度についてはどれぐらい速くなっているでしょうか。答えはこちらの動画を見てください。答えは変わらないでした。またこの後クイズを用意してますので引き続き見てくださいね。そして今回追加した新ポイントです。ネモから恵んでもらえるポケモンの落とし物でヘタグリがゲットできちゃいます。これは最後のガチグマ戦で詳細は語りますので引き続きガチグマ周回動画を見ながら頭の片隅に覚えておいてくださいね。
ポイントその8、負けイベントを活用しよう。ネモ戦とこの後のゼイユ戦は負けてもストーリーが先に進んでいきます。相手が戦闘時にエラスタルをしてくるので、負けて先に進む方が早いです。ボックスに預けていたウェーニバルを元に戻すのを忘れずに。ポイントその9、ドーピング薬を購入しよう。このポイントはかなり重要です。普段使わないアイテムだったのであまり知らなかったのですが、剣の舞や高速移動みたいに1つ使うと2段階の能力が上昇します。動画では多めに買っていますが、プラスパワーを7個、スピーダーを2個購入しましょう。突然ですが、特に大事なシーンではないので、ここでガチグマクイズです。ガチグマはシーズン11のレギュレーション E から使用できるようになっています。シングルのランクバトルではガチグマの使用率が常に上位にいるポケモンですが、これまでの使用率の最高順位とワースト順位はそれぞれ何位だったでしょうか。ステップ4あたりで答えを言うので、考えながらこの続きを見てみてください。答えはこちら。最高順位は2位、レギュレーション H ではかなり強かったですね。ワースト順位は22位、近頃の伝説環境で少し順位を落としてしまっていますが、それでもまだまだ上位にいるポケモンですね。そんなガチグマはいろいろな方で去ってみたいと思います。ぜひこのガチグマ周回を参考に複数のガチグマをゲットしてみてくださいね。いやー、本当にポケモン SV のチュートリアルは長いですね。ここまで進めるのに1時間切れていればいいペースだと思ってください。ここで北上図鑑にアップデートされます。もしラブラブボールでガチグマをゲットしたい場合は、
ここで北上図鑑報酬をもらっておきましょう。ここまでご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録&高評価よろしくお願いします。今年中に500人のチャンネル登録を目指しております。絶対でもガチグマ集会のような解説動画を制作していきますので、ぜひよろしくお願いします。いよいよ本編ですね。声優戦の前にポケモンを入れ替えておきましょう。ポイントその10。すぐりは俺が置いてきた。はっきり言ってこのガチグマ集会についていけない。すいません。新ルートで1、2を争うぐらい大事なテクニックです。前作は真面目にすぐり戦を戦って負けイベ消化していましたが、すぐりと戦う必要すらなかったです。このまま左側に抜けていきましょう。ただしブルーベリー学園に行くイベントもスキップしてしまいますので、もしガチグマをサファリボールやマスターボールでゲットしたいという場合は、前作同様すぐりとの負けイベを進めていきましょう。ポイントその11。飴と技マシンを拾おう。この後の対戦の準備を進めていきます。まずは屋上で不思議な飴をゲット。そしてこのままスグリとは別方向に進んで経験値飴 M と不思議な飴をゲット。さらに進んで眠気覚ましもしくは何でも直しを拾っておきましょう。ポイントその12。看板をチェックしよう。看板は話しかける必要はないですが、近くまで近づく必要があり、引き出しが出れば登録されます。崖から下るとアンコールをゲットできます。アンコールを覚えさせておきましょう。このまま村に戻ります。ここで注意です。最短経路で進もうと思うと、先ほどイベントスキップしたスグリとのイベントが始まってしまいますので、大回りをしてサザレに話しかけるようにしましょう。ポイントその13。夢食いをアンコールで縛ろう。夜の族は初手必ず催眠術をしてきます。しかもこっちが眠るまでずっとしてきます。眠らされるまでドーピングを積んでいきます。ここではまずはスピーダー1個、その後にプラスパワーを3個積んでください。さて、初手から眠ってしまいましたが、先ほど道中で拾った眠気覚ましを使っていきます。眠った後は必ず夢食いをしてくるので、ここでアンコールを打ちましょう。もし催眠術が外れていた場合は眠らされるまで積んでいきましょう。
クアステップで倒して素早さは3段階アップしておきます。アクアステップ1段階だけだとリーフィアに素早さが勝てないことがあったので、3段階アップをしておくと基本抜かれないはずです。ここからは先ほどマーキングしておいたテラス池に移動します。最後の不思議な飴をゲットし、このまま技マシン身代わりをゲットします。洞窟の中にあります。サザエのいるところに向かいます。ポイントその14、アリアドスをワンパンしよう。アリアドス戦は今のままだとワンパンできないので、プラスパワーを1つ使います。もちろん攻撃を2回してもいいんですけども、中途半端に削ってしまうとサザエさんの会話を挟んで少しロスしてしまいます。もしサザエさんの意外な一面を見たい人はプラスパワーを使わずに2回で攻撃してみてください。最後のレベル上げをします。レベル57になっていれば大丈夫です。さらに技変更も行います。チュートリアルで手に入れた守ると身代わり、そしてけたぐりを覚えさせます。今回のガチグマ集会で活躍したウェーニバルの最終ステータスはこんな感じです。写真イベントですが、意外に時間をロスしてしまうことがあるので、ルートについて少し触れておきます。テントから左側に進んでいくのがいいルートです。糸丸、ウソッキー、種棒、石つぶてがすぐ見つかります。壁際には一文字、ミブリムがいます。真ん中ら辺にバルビードとイルミーゼがいます。イルミーゼを見つけたらゆっくり近づいてバルビードと一緒に撮るのがおすすめです。今回もミスしちゃいましたが、方法は難しいです。洞窟入り口付近にヨマールがいます。一瞬消えるので少し難しいですが、チャレンジしてみてください。洞窟の中にヤトウモリがいます。あと今回は撮影していませんが、水辺に行くとハスボウがいます。ヨマールをうまく取れないときはそっちに行ってみるのもいいかもしれないです。ポイントその15、絶対いい絵を選ぼう。実はこのままハイを選ぶとウェーニバルの体力が回復されないままガチグマ戦に臨むことになります。しかも毎日ガチグマに負けてしまうと写真イベント前に戻されてしまってお任せレポートがされてないので、かなり時間をロスしてしまいます。リスク管理という意味でもここはいい絵を選択しておきましょう。もちろんガチグマの A0 や S0 にこだわりたい人はここでいい絵を選択していくのもおすすめです。ポイントその16、アンコールからのけたぐり。守ると身代わりを覚えているので、まずは守るを選んで瞑想するのを待ちます。瞑想を使われなかった時は落ち着いて、次は身代わりを使っていきましょう。瞑想してくれましたね。よかったです。この後は作業になります。アンコールをしてプラスパワーを3つ積んでいきます。アンコールが切れたら忘れないようにアンコールをしましょう。さて皆さん覚えてますか？チュートリアルでゲットしたケタグリがここで役に立ちます。
前作はここでテラスタルをして威力を上げる必要がありましたが、なんと北栗はテラスプラスアクアブレイクとの同じ威力を出しちゃいます。なのでテラスタルをするモーションがない分早く攻略できちゃうということです。フィニッシュ約1時間22分で無事ガチグマゲットです。チュートリアルの約1時間を除くと本編は30分もかかってません。そして前作から約17分も短くなりました。皆さんはどのポイントが一番良かったですか？私はポイント16が見つけた時の感動も含め一番大好きです。よかったら周回動画の感想とともにコメント欄に気軽にコメントしていただけると嬉しいです。今回の動画いかがでしたでしょうか？一つでも役に立つ情報があれば嬉しいです。これからもポケモンのテクニックを分かりやすく発信してまいりますので、ぜひともこの機にチャンネル登録、そして高評価をよろしくお願いいたします。動画制作の励みになります。次は ZA の攻略動画でお会いしましょう。バイバイ。